さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。97回目の今回は、投げる精密機械、ミスターコントロールの愛称で知られる選手の解説になるよ。その選手とは、ロッテ、横浜、メジャーのメッツに在籍していた、小宮山悟選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。小宮山悟、1965年9月15日生まれの56歳、千葉県柏市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、現在は早稲田大学野球部監督を務めているよ。制球力が非常に高いことから、投げる精密機械、ミスターコントロールなどと呼ばれたよ。高校時代にテレビで見た東京六大学野球に憧れ、高校の教員から早稲田大学向きだと言われたことで、同校を志望。芝工大柏高校卒業後、代々木ゼミナールで2浪して、早稲田大学教育学部に入学し、野球部に入部。浪人を経験しながら1年からベンチ入り、2年の秋からエースの座につくよ。3年の時に監督となった石井の厳しい指導が野球と自分自身を見つめ直す大きなきっかけになったといい、石井監督を人生の師であり、神様のような存在と語っているよ。慶応大学の大森との対決は早慶戦の花と呼ばれ、大森は3年の春にはリーグ打率の更新、秋には2シーズン連続首位打者が期待されていたが、そのいずれも小宮山によって阻止されているよ。4年時には主将を務め、大学4年間で通算52試合に登板し、20勝10敗、防御率 1.85、165奪三振。なお早稲田では教職課程を取り、教員免許を持っているよ。1989年のドラフト会議で、ロッテオリオンズから1位指名を受けて入団したよ。プロ1年目の1990年は、先発、リリーフでフル回転し、9月の月間 MVP を受賞。6勝ながら、防御率はリーグ4位の 3.27、チーム最多先発登板と、最多投球回数を達成。当時のチーム事情もあり、すぐにエース格となり、ルーキーながら日米野球の代表選手に選ばれ、後にチームメイトになる、フリオ・フランコと対戦するよ。この年は村田兆治の引退年でもあり、同じチームで、1年間様々なことを学ばせてもらい、また村田のトレーニング量の多さに、驚愕したと語っているよ。1991年は、千葉移転前のロッテ球団として、最後の開幕投手を務め、シーズン初の2桁10勝を挙げるよ。一方で負け数も16敗で、リーグ最多敗戦を記録。また、初のオールスターゲーム出場を果たすよ。1992年、小宮山は8勝15敗と、前年同様負け数が2桁に達し、パリーグでは、1972年から1973年の東尾以来となる、2年連続リーグ最多敗戦投手となったよ。1993年は開幕戦の関東勝利から、開幕から6試合連続関東勝利という、プロ野球史上初の記録を達成。また4月の月間 MVP を受賞。しかし、その後は6連敗を喫して、シーズン成績は、自己最多の12勝を挙げたが、14敗で負け越しに終わるよ。1994年は2完封をするものの、金属疲労による不調と右肘痛に悩まされ、プロ4年間で最悪の成績に終わるよ。1995年は、11勝4敗防御率 2.60、プロ通算でも最高の勝率を記録し、この年のロッテ3本柱の一角を担い、A クラス入りに貢献。この年はバレンタイン監督の下で、メジャー流の調整を学んだことが、好成績につながり、投球の面白さや深さを、改めて感じたそうだよ。1996年は、シーズン通して先発は担ったものの、8勝13敗と負け越し、防御率は 4.54 に終わるよ。そしてシーズンオフの契約更改では、チーム日本人初の複数年契約を結ぶよ。1997年は、3本柱だったイラブ、エリック・ヒルマンの対談もあり、3年ぶりに開幕投手を務め、球団では村田以来2人目となる、無四球完封で開幕戦を勝利するよ。8月に3勝0敗、防御率 0.77 の成績で、月間 MVP を受賞するなど活躍し、同年はキャリアハイの防御率 2.49 で、最優秀防御率のタイトルを獲得。10月6日のオリックス戦の登板を、生涯のベストピッチとしており、すべての球が寸分違わず狙ったところに行き、8回を無四球無失点、被安打2で抑えたよ。1998年も開幕投手を務め、同年チームは6月13日から7月8日まで、18連敗をしたが、その18連敗を、翌7月9日のオリックス戦で、小宮山がストップさせたよ。この年は11勝12敗、防御率 3.57 の成績を残したが、リーグ最多の101失点を喫したよ。1999年は7勝10敗、
防御率 4.07 に終わり、オフに FA 権を行使する意向を、球団に伝えたところ、同一リーグに移籍しないことを条件に、球団からは FA 保証のかからない、自由契約を提案されるよ。紆余曲折あり、様々な憶測を読んだが、メジャー移籍を視野に入れ、横浜に移籍。2000年は前半戦で8勝を挙げながら、オールスター以後は勝ち星がなく、8勝11敗、防御率 3.96 の成績に終わるよ。2001年は、自身7度目の開幕投手を務め、チーム最多のシーズン12勝を挙げ、7月に通算100勝、9月に2000投球回を達成。そしてシーズンオフに、FA 権を行使したよ。2001年12月1日に、ボビー・バレンタインが監督を務める、ニューヨークメッツと、1年50万ドルで契約。2002年は、和製マダックスと地元紙に評価され、メジャー初登板も、9球で三者凡退に抑えるが、メジャーの打者のパワーに圧倒されて、打ち込まれることが多くなったよ。またガレージのシャッターを下ろす際に、右手中指を切るなどのアクシデントにも見舞われ、シーズン途中に2度にわたって、マイナーリーグに降格したほか、恩人のバレンタインも、同年限りで監督を更迭。同年は25試合に登板したものの、すべて中継ぎ登板で0勝3敗、防御率は 5.61 の成績に終わり、メッツは翌年の契約を締結しなかったよ。本人は、メジャーリーグでの1年間は、ハングリーさに欠けてしまい、まるで観光客気分で臨んでしまったと、反省の弁を述べているよ。2003年1月15日までに、MLB 球団から声がかからなかった場合は、横浜復帰を希望していたが、当時の監督の山下は、若い選手に経験を積ませられなくなる、との理由から小宮山獲得を考えておらず、球団社長も1月15日に小宮山山下監督の戦力構想に入っていないため、獲得できないと伝えたよ。このため横浜復帰を断念し、米球界で先発として契約できなければ、現役を引退する意向を明らかにしたが、その後も現役続行を希望し、現役投手の肩書きで、野球評論家を務めながら、現役復帰を目指してトレーニングを続けたよ。なお同シーズン中には、トレード期限までに、NPB の複数球団から獲得の打診があったが、同年11月30日までに、横浜以外の NPB 球団で復帰すると、獲得球団が横浜へ保証金を支払わなければならなかった事情もあり、同シーズン中は国内球団との契約には至らなかったよ。2003年オフには山本に代わり、バレンタインがロッテ監督に再就任したことに加え、横浜からの FA 移籍から2年が経過した同年12月1日以降は、横浜への保証金支払いが必要なくなったため、ロッテは小宮山に選手契約を打診。これを受けて同年12月1日に、1年契約、年俸4000万円、背番号14で、ロッテと契約を締結し、1999年以来となるロッテに復帰。2004年シーズンは、先発で3勝4敗と往年の活躍を見せることはできなかったよ。2005年は、自ら敗戦処理を買って出て、チーム31年ぶりとなる、リーグ優勝、日本一を支えるよ。また、アジアシリーズでは、中国代表のチャイナスターズ戦に2番手で登板し、5回を3安打無失点で抑え、勝利投手となったよ。なお、同年以降は、自分が大量リードされている展開での、ロングリリーフが中心となったよ。これは監督の、将来性のある若い投手に、敗戦処理をさせても意味がない、との持論が反映されたものであったそうだよ。このような起用法に、自身のプライドから、異を唱えるベテラン投手もいる中で、小宮山は自分の役目を淡々と担っていたそうだよ。敗戦処理だけでなく、延長戦などの場面を任されることも多かったが、これも、若い投手がサヨナラ負けで、大きなショックを受けてしまうのは、良いことではないという、監督の持論によるものだったそうだよ。2006年は24試合に登板し、防御率 4.63 の成績だったよ。2007年4月21日の楽天戦に、5回途中から登板、3年ぶりとなる白星を挙げたよ。24日の日本ハム戦では、同点に追いつかれた場面で登板し、3球でアウトを奪うよ。8回にはチームが逆転し、わずか3球で、2試合連続の勝利投手となったよ。40代の投手が2試合連続で、勝利投手となったのは、59年ぶり2人目であったよ。同年は自己最多となる、41試合に登板。同年に吉井が現役引退したことから、パリーグ最年長投手となったよ。2008年は33試合に登板するも、防御率 5.72 と安定感を欠いたよ。2009年は、中日の山本が持つ、最年長セーブ記録の更新を目標に掲げ臨むよ。しかし、1勝を挙げたものの、防御率10点台と低迷、5月に2軍落ち。そして9月20日、シーズン終了をもっての、引退を表明。球団はコーチの席を用意して慰留したが、外部から野球界に貢献したいと、辞退した退団。
10月6日、最終戦の楽天戦が引退試合となり、9回表2アウト走者2塁で登板し、セギノールをライトフライに打ち取り、試合終了。2009年当時としては、史上最年長記録となるセーブを、たった1球で達成し、現役生活を締めくくったよ。試合はバレンタイン監督の、日本での最終試合でもあり、バレンタインと共に、歩んだ野球人生だったと評されたよ。試合後、バレンタイン監督の退任式に先立っての、引退セレモニーが行われたよ。2006年に、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学し、投球フォームに関するバイオメカニクスを専攻。学生とプロ選手の二足のわらじを履いたよ。そして2008年に修士号を取得したよ。2010年からは野球解説者として活動し、テレビ東京、J スポーツ、FOX スポーツジャパン、NHKBS1 のメジャーリーグ中継、プロ野球スピリッツで解説を務めるほか、日刊スポーツの野球評論家も務めているよ。そして2014年、日本プロサッカーリーグ理事に就任。2019年1月1日付で、早稲田大学野球部監督に就任。2020年11月8日、主将でエースの早川を擁し、勝った方が優勝という早慶戦で、慶応大学を下し、10シーズンぶりの東京六大学野球、秋季リーグ優勝を達成。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、球団というよりは、一人の監督について言っていた野球人生だと思ったね。ロッテを出るとき、メジャーから横浜へ復帰したいと要望を出したとき、そういうことも含めて、復帰したロッテに、金銭的な迷惑がかからないようにしたんだと思ったね。プロ球団のコーチではなく母校の監督を務めているのも、そういったことが関係しているかもしれないね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。